家の周辺を恐ろしい姿をした生き物が徘徊しているから調べてほしい。2016年11月、私は住民からそう連絡を受け、現場へと向かいました。向かった先は数年前、一人の男性が暮らしていた家です。調査した結果、その得体の知れない生物は何度もその家から出入りしているのが目撃されていたのです。私は懐中電灯を片手に恐る恐る玄関から家の中に入りました。捜索はまず1階から。空き家となっていましたが、当時住んでいた男性が使用していたであろう家具などはそのままにしてあったのです。男性はトイレ、浴室、キッチン、リビングの捜索を終え、最後となる寝室へと足を運びます。そしてベッドの下を照らそうと思い、懐中電灯をそこに向けた途端、何かが飛び出し、男性の横をすり抜け、地下室へと降りていったのです。ものすごく巨大な何かが私の横をすり抜けていきました。その動きはまるでネズミのように素早かったのです。得体の知れない姿に私は恐怖しました。このまま一人で調査を続けるのは危険かもしれない。そう思いながらゆっくりと生物が降りていった階段の先を照らした時、そこには驚くべき姿をしたある動物が私を悲しそうに見つめていたのです。この出来事が起こったのはアメリカ・ペンシルバニア州ピッツバーグ。その地域にある動物病院に信じられない姿をした一匹の猫が運び込まれました。連れてきたのは動物保護施設の職員である男性でした。動物保護施設のスタッフである男性は地域住民の連絡を受け、調査した家からその猫を発見したそうです。当時の様子を病院スタッフである女性ジェシカさんはこう語ります。その猫を動物病院スタッフ全員が見たとき、誰もが驚きの表情を隠せませんでした。それは恐ろしく、とても珍しい姿をしていたのです。毛布をかぶった猫？そうつぶやくスタッフもいました。ですが、それは毛布ではなく、絡み合い分厚いフェルト状になった毛皮の塊だったのです。顔以外に認識できるものといえば黒い尻尾ぐらいでした。このような症例はジェシカさんはもちろん中二たちも見るのは初めてでした。伸びて絡まりドレッドヘアのようになった毛は体から生えれ触手のように伸び、そのせいで猫はモンスターのような姿になっていたのです。猫の名前はハイディ。14歳ほどと見られるおばあちゃん猫で、もともとはラッセルさんという男性と一緒に暮らしていました。ですが、数年前、ラッセルさんは認知症を患い、老人ホームに入居します。おそらく、その時、ラッセルさんは病気のせいもあり、ハイディのことを誰にも伝えることができませんでした。その後、放置され、誰からも気にされなくなったハイディは、このような姿になってしまったのです。見慣れない場所に連れられてきたハイディはひどく震え動揺していました。そのため生い茂った毛皮を安全に取り除くことは難しく、ジェシカさんたちはハイディに全身麻酔薬を投与し毛の除去を開始したのです。数時間後、ジェシカさんたちの必死なケアのおかげでハイディはようやく本来の姿を取り戻しました。三毛猫の平均体重は4キロから5キロくらいだと言われています。そして今回ハイディから刈り取った毛の総量は約900グラム。毛を刈り取る前、ハイディは自分の体重の5分の1を背負っていたことになります。ハイディは毛が伸び放題で不衛生な状態でした。さらに体重過多に陥っており、頭を動かすことが困難だったようです。そのため自ら毛づくろいすることができなくなっていたのです。身軽になった三毛猫ハイディはこれからもこの病院で治療を続けていきます。長年の孤独な生活のせいで精神的な苦痛、そして肉体的にも苦痛を味わっていたハイディですが、やっと彼女は
そんな生活から解放されました。その後、治療を続けているハイディはいろいろな家具の陰に隠れたりと、まだまだ臆病な姿を見せています。この先、まだまだ困難な状況は続くと思いますが、きっとハイディは自分の殻を破り、新しい家族の愛情に包まれる日々を送ってくれると信じています。そして、そうなるよう、私たちも彼女に協力していくつもりです。それから数ヶ月後、精神的、肉体的に回復したハイディは、以前一緒に暮らしていたラッセルさんの遠い親戚の家に引き取られ、幸せに暮らしているそうですよ。